どうも、いつもです。はい。皆さん、元気でしょうかね。はい。元気に描いてますかね。自分も頑張って描いてます。はい。暑いですね。はい。えー今回は模写ですね。でも、全然似てません。はい。はい。本当はね、ちゃんとクリップスタジオの画面も出して、倍速で流せたらいいんですけれども、ちょっと今夏場なので倍速っていうのは結構パソコンに無理をさせてしまうので、今回もクリップスタジオのタイムラプスという機能で、ちょっと見ていきましょう、はい、今回はですね、銃を構えている女性の画像を参考にして描いたんですけれども、なかなか似せることはできなかったんですけど、イラストとしては自分の中では合格点ラインに入っているかなと思います。はい、自分に甘いいつもです。はい、はい、線がですね、でいつものように下地ですね。はい、下地を塗って、でその上からレイヤーをクリッピングして、やっていきます。はい、色を塗っていきます。このはみ出た部分を消す作業が自分は一番どうにか時間を減らせたらなと思ってるんですけど、なかなか難しいです。はい、これですね、ピンク、目の周りと鼻と口の周りですね、ピンクにしたんですけど、実際の女性の顔とかってね、目の周りとか鼻とか口元とかがなんか自分は、ピンクに滲んでいるように見えたりするんですね。でその表現をできないかなと思って今回ちょっと試しにやったんですけども、スプレーで、ピンク色を塗ったんですけれども、さあどうなることやらね徐々に、分かってくるので、はい、一緒に見ていきましょう。で自分はまたこの水色、白に近い水色ですね、これで肌を塗るのがなんとなく好きで、でも自分が表現したい肌にはちょっとまだまだいけてませんね。なのに合格点を上げるという自分に甘いいつもです。はい、はい、影ですね。影、最近ね、自分の動画をよく見てくれている方ならご存知の通り、投げ縄塗りつぶしツールでやって、そして滑らか水彩で境目をくっきり境目のところをぼかすというような感じでやってます。はい、はい、背景ですね。背景は本当雑です。こんな雑なものでも後でガウスぼかしをするとまあまあよく見れるような背景になります。はい、で今描いているこの手と銃ですね、この部分は後でガウスぼかしをするんですけれども、そのガウスぼかしのやり方というか、それをちょっとだけ最後の方でちゃんとクリップスタジオの、画面を見せながら紹介しますので、初心者の方でまだガウスぼかしとか
ちょっと雑音入りました。ガウスぼかしとかやったことない人とかもいると思うので、ちょっと説明がてら簡単な説明ですが後で、お見せしましょうね。はい、であれですね、自分の今の悩みは結構ね、色を塗ってもなんか、ボケてる状態があって、これをどうにか、脱却したいと思ってるんですけど、脱却っていうか、脱却ですね。はい、結構あれこれ、迷いながら色を塗ってます。はい、先ほど言った目元の周りのピンクとかあまりうまくいかなかったですね。まつげとか、ね、結構くっきりやって、ちょっと顔をちょっと自分好みのちょっと、濃い化粧っぽいような感じでやってます。はい、でマフラーですね。マフラーとかやってます。はい、背景ですね。もう背景はガウスぼかししてますね。はい、なんか建物なんですけども、ね、一応それっぽく建物っぽく見えるんじゃないかなと思います。はい、どうでしょうかね。はい、これも投げ縄の塗りつぶしでまずは囲って、で塗りつぶして、そして他の、筆とかで同じ色を使って紙のツヤみたいな感じでやりました。下地の色が紙のツヤっていうような感じで、その上からまたちょっと白に近づいたような感じのもので、塗って、で髪の毛の色のツヤを出してるというような感じですね。はい、この後はガウスぼかしのやり方をお見せします。はい、じゃあちょっと説明していきましょうか。はい、じゃあこの銃なんですが、銃を拳銃の方をぼかしたやり方をちょっともうぼかされてるんですけど、一応またちょっと見せましょうね。お見せしましょう。上のメニューをご覧ください。はい、フィルターってありますね。そこをクリックして、でぼかしを選んでガウスぼかしですね。でぼかしを選びます。ガウスぼかしで、もちろん拳銃のレイヤーを選んだ状態でです。はい、でこのパラメーターがありますよね。これをパッてやったらすごくボケますし、はい、こうなって徐々にやるとこんな風に、ぼかすことができます。なので結構自分とかさっきの拳銃とかぼかしていない前の拳銃の絵とかは結構雑な絵だったんですけど、ぼかしたらその雑さが消えるっていうのが分かってたので雑に描いてました。でこんな感じでガウスぼかしでぼかしたりできます。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら、動画への感想とか、気軽にコメントしていただくと嬉しいです。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では。